台風の時ぐらいみんな休め。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望とともに寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそってことでね。そう皆様のね絶望とともにいつもネガティブマン、私ネガティブマンと申しますけれどもね、いつも苦しい人たちと共にいますよ。あなたの横にいます、常にね。ということでね、今日は日本は奴隷国家であるということをね、とても優秀な奴隷国家であるということをね、話していけたらなと思います。そうなんですね。台風なのにもうみんなね、全然休まずに働いてるでしょ。休みましょうよ。アメリカで言えばね、ハリケーンが来たんですからね。仕事は休みですよ。いや仕事じゃない。労働は休みですよ。ね。間違えましたね。仕事なんてね、口が裂けても言っちゃいけない。すべては薄汚い醜い労働に過ぎないんですね。台風なのにね、労働をし続ける人がいっぱいいるのでね、私の隣が今ね、なんかね、マンションか何かを建てようとしてるんですけど、こんなね、雨がザーザー降ってんのにね、職人さんがね、なんかいろんなことをやってましたよ。頭おかしいですね、ほんとね。この国は狂ってますよ。いや、もうね、私もね、労働したくないですけれどもね、この外の世界に労働をしぶしぶやっているとわかるんですけれども、ね、もうね、みんな全く休んでないですね。もう行かれてます。日本はね、日本人という人種そのものがね、非常に奴隷に適している。ね、真面目でね、なんかね、真面目でもないんですよ。単純に上から言われたことをいいダクダクとね、こなして、早く帰りてえなとかね、精神が崩壊しそうだと苦しみながらね、結局やるんですよ。ね。この私ですらね、そういうところちょっとあります。他があんまりだらしないのでね、一番労働に適してない男がね、いろいろと整理整頓だとかをね、もうね、非常にね、率先してやらざるを得ないみたいなところを、やっぱり私も日本人ですね。日本人といえば、優秀な奴隷国家であるっていうこと、一つね、この間ね、この動画の中でも何回か話してますけれども、ユダヤ人の知り合いがいましてね、イスラエル生まれニューヨーク育ちというね、なんかね、悪いやつは大体友達みたいなね、韻を踏んでますけれど、イスラエル生まれニューヨーク育ちのユダヤ人がですね、なんか友達を連れてきたんですね。中国人の女の子だって言うんですよ。で、長野県でね、フェスティバルがある。命の祭りとか言ってましたけどね、なんかね、12年に1回だけ開催されるフェスティバルが、そこで、その友達のチャイニーズと共に参加するんだと。でね、そのチャイニーズの女の子が、日本人の彼氏がいると。そうなのかと。で、その日本人の彼氏に物を送りたいんだけれども、って言って、大きなものだからね。で、僕は、じゃあ手伝ってあげるよとね。梱包を手伝ってあげたわけですよね。送るのにでっかいものですけどね。なんかね、でっかい、変な形のバッグでしたけどね。
そしたらね、そう、イスラエル人もね、そう、チャイニーズもね、いやね、あなたもそうだけど日本人は真面目で優しいと、親切だと、ね、ありがとうって言うわけです。僕は違うと。日本人はね、オーバーシーズ、そう、あいつらに外国人って言ったらね、かわいそうですから、オーバーシーズのね、ヒューマンたちはね、そう言うけれどもね、違うんだ。オーバーシーズのね、ヒューマンたちにね、日本人は何も言えないんだと。そう。全然何も言えない。ナイーブでセンシティブでね、ナードだから言えないだけなんだと。そう。あと、ね、真面目だっていうのは、それはね、こう、優秀な奴隷根性があるからあるっていうことをね、そう。彼らはね、揃って苦笑いしてましたけどね、苦笑いをね、そういうことなんですよ。そう。ね。そうなんです。やっぱりオーバーシーズンのね、外国人から見ると、やっぱり日本人ってやっぱりね、真面目だそうですよ。我々そう思いますか？意外にそう思わないんですけどね。まあね、そんな話もありましたね。またね、そのチャイニーズの女の子がね、自分はタバコが好きなんだけれども、そう、あんまり日本に来たことがなくて、なんかね、そう、日本ではどのぐらいタバコをね、こう、公共の場で吸ってたらいいのか悪いのかっていうことを尋ねてきましたね。いや、僕はね、そこでもまた同じことを言ったわけですよ。いや、日本人はね、日本人には注意できるけど、外国人には大概ね、注意できないからね、もうフリーダムだよと。ね。フリーダムって言ったわけですね。そう。ね。そこでもまた苦笑い。そう。苦笑いといえばね、そうですよ。大事なことを忘れてない。その長野のね、祭りがね、なんか命の祭りとか言うんですけど、まあ怪しい祭りですよね。どうせドラッグ、セックス、ね、バイオレンスみたいな話でしょ。よくわかりませんけどね。怪しいテントを張って、なんかキャンプをしながらやる祭りだとか言ってました。そのね、長野のお祭りっていうかフェスティバルがね、どういうコンセプトで開かれるのかっていうと、まあ12年に一度に開かれると。まあそれはいいんだけど、そう、テーマがね、ノーヌークスワンラブなんですよ。ノーヌークスってなんだと。ね。いやいや、僕はわかりますけどね。ノーヌークスっていうのは、要するに、あれですよね。核を持たない。核はダメだよっていうことですよね。そしてワンラブはまあまあ一つで、みんなで一つの、ね、仲良くなろうよみたいな意味ですよね。ね、核はダメって言ってるくせにね、お前らチャイニーズもイスラエルもね、アトミックボンブを持ってるじゃないかっていう話をね、僕は逆ギレしてね、聞いてみたんですけどね。そこでも彼らはね、初めポカーンとしてたんですけど、ようやく自分の国がそういう国だっていうことを理解したようでね、苦笑いしてましたよ。ね。そう。こんなね、ノーヌークス、ワンラブなんていうね、のんきなこと言ってられる国じゃないぞ、お前らの国はっていうことを言ってやったんですけどね。そう。苦笑いしてましたよ。ね。まあ、それはいいとして、そう。日本は非常にね、有能な奴隷国家である。そう。で、これからの日本もまた同じである。ね。低賃金になったら低賃金になって、安い労働力になって、ね、今スタグフレーションが起きてますけれども、それはそれなりにあれじゃないですか。また、じゃあ、ね、日本で物を作ろうみたいな話になってですよ。低賃金のままですよ。そう、また世界の工場になったりするかもしれませんね。正直なところで。またね、どちらにしてもですよ。ね、高級奴隷、ね、高級金持ち奴隷っていうのかな。いや違うな。日本の支配層は結構金持ちだけれどもね、我々庶民はもう優秀な奴隷としてね、これから数を減らしつつね、そう、移民に食われつつね、そう、
日本人はゆったりと消滅していくんですけれども、やっぱり日本の未来っていうことを考えると、やっぱりね、あれですからね、世界の財布みたいなところがありますからね。そう、いろんな世界的な連盟や連合にね、または直接的にね、貧乏な国とかね、にアメリカとか中国とかね、そういうところから圧力を受けて、もう金を出しまくる、ね、金はカツアゲされるわ、ね、上納金はいっぱいね、たらふく上納する。そしてね、低賃金で働かせてね、そう、支配層だけが声太るというね、恐ろしい国です。そう。でも多分ね、移民が増えてもね、似たような感じで、常にこのね、鎖で、そう、犬のように鎖でね、ぐっと引き上げられてね、それがアメリカの犬なのか中国の犬なのか、それはもうあんまり関係がないですよね。そう。あんまり関係がない。世界中の犬なんですよね。そう。世界の中の犬なんですよ。そう。ね。大谷の犬の、ね、デコイだとか、デコピンだとか言ってる場合じゃないですよ。日本がね、ワールドドッグなわけですよね。ワールドアンダードッグなわけですよね。まあ、アンダードッグって本当は違う意味ですけど、そうね、奴隷ドッグ、そう奴隷で思い出した。そうだから、そのね、さっき話したイスラエルとチャイニーズと話をしてたら、日本人のね、真面目さとかね、やっぱり日本が好きで来るぐらいですから、やっぱり日本を褒めるわけですよね。私の機嫌を取ろうと思ってるのか知りませんけど。ね、いや違うんだと。ね、日本はね、ワールドスレイブヒューマンなんだよっていうことね。ワールドスレイブジャパニーズなんだよっていうことをね、ちゃんと言っておきました、僕はね。そう。スレイブなんですよ。そう。そうですよ。それがきっかけでね、この動画を作ろうと思ったぐらいですから、そうなんですよ。ね、なんて言うんでしょうね。お上に逆らえない、ね、お上に逆らえない国なんですよ。結局のところね。まあ歴史を見てもそうですよね。明治維新なんて言ったところでね、一番肝心要の王族っていうものをね、ね、江戸幕府すら軽視していたようなね、王族っていうものをね、しっかり殺せなかったわけですから。そうなんですよ。そう。お上には逆らえないみたいなね。これだけで来ましたからね、日本はね。ね、そうなんですよね。そう。だから世界中の人々のために奴隷としてお金を上納し続けるね、国なんだと思うんです。で、未来永劫というかね、そう、おそらく変わらないんじゃないのかなと思うんですよね。日本の未来を思うにね。そう。だんだん色が濃くなっていったりね、股下が長くなっていったり、ね、そう、顔が濃くなっていったり、ね、だんだん日本語を喋らなくなっていったり、ね、そう、移民に侵食されてね、悪かは良かを駆逐するの言葉通りにね、ただこう日本という立地的な問題とかいろいろね、ずっと飼い主は変われども、日本という国は世界中の犬なんじゃないのかな。ね。世界中の奴隷犬国家、日本。ワールド・オブ・スレイブ・ドッグ・イン・ジャパン。ね。めちゃくちゃな英語ですけれどもね。そう。スレイブドッグなんですよ。ワールド・スレイブ・ドッグ・ジャパンってことですね。そう。
なんやかんや言ってそういう立場からね、抜け出せないと思いますよ。だから、皆さんがね、アルゼンチンみたいになるんじゃないかとかね、恐れてますけれども、意外とそうはならない気がしますよ。ね、だって、食料自給率もね、全然低いですからね。アルゼンチンはね、自分の国で一応は食えますからね。農業大国ですから。日本はもうどうしようもないですからね、もうね。すべて、もう、アメリカ、中国だけじゃないですよね。いろんな国に、いろんな、ね、ろくでもない、なんて言うんでしょうね。そう。いろいろな弱みを握られて、そう、ね。まあ、朝鮮半島からも握られてるし、東南アジアからも人的なね、資源として、人的な資源をね、流入させないと国家が終わるということで、いろいろなね、弾を握られてますよね。中東にはね、エネルギーを握られているし、そう。まあね、ヨーロッパもまたね、そうですよね。いろんな、ね、プライドの高い薄汚い文句やね、クレームをつけてね、そう、日本の手綱を締めようという、もう SDGs とかね、LGBT とかね。だから日本っていうのはもうキョロ銃、もう、なんていうのを言えばいいんだろうな。世界中の人々の顔色を伺うという意味合いにおいてもやっぱり犬ですよね。ワールドスレイブドッグですよね。日本という国はね。やっぱ救いはないんじゃないですかね。救いはないけれども、ね、世界中において多分便利な国になるっていうかもうなってますけれどもね。便利使いされるわけですよね。で、犬がいないと何かと寂しいみたいなところもあるわけでしてね。そう。ね、戦場としてもね、最前線になるし、いろいろと、駒遣いでいろいろ動いて戦場にもされて、そうね、薄汚いね、不良移民たちの受け入れ先ともね、いろんな国からプレッシャーをかけて、お前らも受け入れろよみたいなね、そういうプレッシャーもありますから、だからそう、ワールドスレイブドッグですね。世界情勢に常に振り回されて、右を向いたり左を向いたりする風見鶏国家。ウィンドバードカントリー、ジャパンってことですね。そういうことですよね。風見鶏みたいな国ですよね。そう、それもこれもね、戦争に負けたからですよね。ね、戦争って絶対負けちゃいけませんね。まあでも戦争に勝ってたとしてもね、どうだったんだろうなとは思いますけれどもね。そう、日本人はすぐ調子に乗りますからね。すぐ調子に乗る腰の軽さも狂気もあるんだけれども、やっぱり今はいろんな鎖でがんじがらめにされてる世界の犬ですよね。ワールドスレイブドッグですからね。真の独立はあり得るのか。やっぱり私の解くね、ネガティブ思想だったりとかね、そう。まあね、広まればね、一本筋の通ったね、いい国になるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、期待薄ですよね。そう。まあ、独立国家じゃないですからね。いろんな国に縛られているワールドスレーブドッグであるっていうことをね、そう。それをね、ユダヤ人やチャイニーズと話しててね、僕はひどく痛感したわけですよね。ね、彼らの顔色を別に伺ったわけじゃないけれども、自然と体が動いてね、自然と言葉が出てくるわけですね。そう。冷静にね。それが悲しいじゃないですか。そう。世界に何も言えない。そうですよね。飼い主に歯向かうわけ。飼い主に噛みつくわけにはいかない。
まあそれは日本の縮図でもありますよね。ブラック企業が一切なくならない。ね。中抜き企業なんてね、世界中にそんなにね、比率としてあるわけでもないのに、もう日本はもうたっぷりありますからね。たっぷり。とかね、もういろんな縮図ですよね。日本人の縮図というものがすでに奴隷ヒューマン、スレイブヒューマンなんだっていうことですよね。それは全然変わってない。どこで変わって、ね、かっこいい時代があったのかどうかすらもうね、怪しい問題ですよね。なんか戦国時代とか景気のいい話がありますけれどもね、あんなのヤクザの構想と大した変わらないですからね。常に庶民はね、苦しめられてきました。ね、明治維新も怪しいもんです。そう、いろんな国に助けてもらいながらね、いろんな武器を買いね、そう、やっと自立したかなと思ったらね、大負けに負けましたね。そう、そしてご存知のようにね、スレーブ国家、いや二次大戦後異常に発達したじゃないか。それは朝鮮半島とかね、こういろんなベトナム戦争だの、いろんな国のトラブルにうまくね取り入ってね、安いお賃金でね、奴隷根性をめちゃくちゃ発揮してね、いろいろとね、運が良かったってだけの話なんじゃないですかね。まあということでね、日本はワールドスレイブ国家である、ワールドスレイブドッグ国家であるということを最後に申し述べてね。ということはあんまり日本に未来はないし、まあね、こんな国家のままだったらやっぱ滅ぼした方がいいですね。そう。世界と共にね、心中していける日本にしたいな。そう思った台風の日でした。それでは皆様、明日にも今日にもね、世界が滅びますように、いつもあなたの隣にいますネガティブマンでした。